是想到人死在他面前的那个时候了吗？哦，这是酒。这个窗户这块是不是有点像 ending 那种感觉？是龙吗？这是在暗示龙会夺走他这些所有真实的事物吗？就上一集那一集。我天哪，这一段做的。大丈夫か？这些录的肯定很自责吧？人神とは何だ？他可能觉得鲁迪又有事情自己扛，没有像真正最开始那样。人神と竜神、太古の七神か。にわかには信じられん話だ。そういえばスペルド族の汚名ですが、あれは呪いらしいですよ。ラプラスが自分にかかっていた呪いを槍に移してなすりつけたそうです。お前には無駄なことをさせてしまったようだな。でもその呪いも時間経過で消えかけていると言っていました。何？髪を切ったことで薄れつつあるって。本当か？ええ、これからの努力次第でそれは取り除けると人神は言ってました。そうか。そうだったのか。じゃあ僕もそろそろ寝ますね。ああ。瑞杰鲁德，这是新的 OP 了。何してるのよ。这好像是之前。是不是第一个 OP 的后面？对。其实这几个目前为止的这些 OP 听来听去，我还是最喜欢第一个。
Loxy 还不知道自己家现在是什么情况。这就是他跟 Loxy 当时那个树下吗？还有西路飞。ここがお前の故郷か。ええ、本当はもっと綺麗なところだったんですけどね。そうか、見てみたかったな。もうお守りは必要ないな。哦，别离开。世話になった。僕は何もしてませんよ。マ大陸でもミリスでも。そんなことはない。お前は愚直な俺にいろいろな方法があるのだと教えてくれた。俺は全て覚えているぞ。デッドエンドと聞いて恐れることなく、愉快そうに笑った冒険者の顔を、スペルド族と聞いても認めてくれたドルディア族との距離感を、家族との再会に涙しながら礼を言ったシーローンの兵士を。それはルイジルドさん、あなた自身の力です。いや、俺一人では何もできなかった。戦争から400年、一歩も前進できなかった。その俺に一歩をくれた。でもそれはあくまで人神の。見たこともない神などどうでもいい。実際に俺を救ってくれたのはお前だ、ルーデウス。エリス。何よ。お前には才能がある。俺なんかよりもはるかに強くなれる才能だ。嘘よ。だって神の名を冠する者と戦い、その技を受けた。その意味はわかるな。分かったわ。よし、いい子だ。最後にお前たちを子供扱いするがいいか。又回到了末头了，好久没有见到了。哦，これを返しておかなければな。别别，それは怎么就ルイジルドさんが持っていてください。いいのか。大切なものなのだろう。大切なものだからです。就像他给诺伦。ではな、ルーデウス、エリス。また会おう。什么时候见啊？本来以为跟金如也很快就会见了。言葉にできないくらいたくさんのこと、たくさんの気持ち。別れたくない、仲間だという気持ち。
ご無事で。綺麗な。真的好久啊！よく無事でいてくれた。ご無事で何よりです、エリス様。ルーデウス殿。二人とも無事でよかった。哦，他们ルーデウス殿は外に要告诉爱丽丝，ダメよ。ルーデウスも一緒。エリス様がそうおっしゃるのであれば。まずはエリス様、よくぞご無事に。前置きはいいわ。言いなさい。誰が死んだの？サウロス様、フィリップ様、ヒルダ様、お三方ともお亡くなりになり都ました。死了。間違いないのね。フィリップ様とヒルダ这様算灭門了は呀，都基本是。紛争地帯にて亡くなられました。イレーヌが確認しております。そう。おじい様は転移事件の責任を取らされ処刑されました。そんな、なんでサウロス様が処刑される必要があるんですか。ルーデウス、座って。ルーデウス殿、お気持ちはわかりますが、これが今のアスラ王国です。それでどうするの？エリス様を妾として迎え入れたいとピレモンノトス・グレイラット様アルがおっフォンスしゃっており貴ます。様はあのクズの話に乗るつもりか。クズでも名家です。そんなことなど知らん。お前はエリスのことを考えているのか。私が考えているのはボレアス家とフィットア領のことでございます。そのためにエリスを犠牲那这可能にするつもりか。真的跟 Philip 之前想的ようとあらばエリス、差不こんな奴の多。言うことを聞く必要はない。逃げて幸せになる。領民はどうなさると。お前が何とかしろ。うるさい。少し一人にさせて。感觉就是一下回到了现实的那种。エリス、その。聞こえなかったの？一人にさせて。わかりました。それは行方不明のリストだ。母様はまだ見つかってないんですね。ああ。シルフィー、まさか。知り合いか。不可能，不可能。そっちの死亡者リストは見たのか。死有飞也死了，因为传送了，生きてはいるんだろう。どこにいるかは知らんがな。失踪等于说是，那肯定还没死。起きてる？どうぞ。こんばんは、ルーデウス。エリス、もういいんですか。爱丽丝这集怎么这么冷静啊？まあ、こんなことになるんじゃないかと思っていたわ。他亲人都已经去世了。これからどうするんですか。どうって？アルフォンスさんが話してたことです。どうでもいいわ。甚至还不是正宫，是妾。ルーデウス、私一人になっちゃった。それでね、私この間15歳になったの。全然気づきませんでした。
今から何か用意した方がいいですかね。欲しいものとかありますか？家族よ。ルーデウス、私の家族になりなさい。他要跟鲁迪结婚吗？関係なんて何でもいいわ。つまり那他家族的一事儿咋緒に寝ましょう办ってことよ。啊？なんで突然。前に約束鲁迪都したじゃん。懵了。あれは僕が15歳になったらって話じゃ。どっちでも構わないわ。一体どういうことだ。そうだ、エリスは自暴自棄になっているのかもしれない。そりゃやりたいよ。でもまるで弱みにつけ込んでいるみたいじゃないか。もうエリス。真假？开头那一幕。何よこれ。エリスが可愛いもので。これって興奮してるってことよね。うん。私が嫌ってわけじゃないのよね。さっきから目線がエッチね。でもダメっていうの。約束は約束じゃないですか。15歳になるまでって。ねえルーデウス、お母様から習ったのだけど、恥ずかしいから1回しか言わないわ。私ルーデウスの子猫が欲しいにゃん。啊。哦，是因为 Philip 喜欢那个什么兽人之类吧，所以他妈妈我真服了。真的要。我已经很想瑞杰鲁德了。这酒杯是在倒放的感觉。啊。Good morning, everyone! おはよう。いい朝だね、諸君。どうしたんだい、そんな暗い顔して。君も経験してみなよ。笑顔になれるさ。そしてこんにちは。今日から僕も君たちの仲間入りさ。いわゆるリア充ってやつだね。おっと、もうこんな時間か。失礼、彼女との予定があるのだね。ほら、エリス朝だよ。起きて。起きないといたずらしちゃうぞ。と、いない。なるほど、恥ずかしがってるんだな。爱丽丝不会要去当小妾了吧？或者他就要远走高飞了？今の私とルーデウスでは釣り合いが取れません。是说身份吗？旅に出ます。
这也很爱丽丝，我觉得她也不会甘于去做那种，去参与这种王室的这个。アルフォンサ、エリスはギレーヌと共に旅立たれました。どこに？ルーデウス殿には口外するなと仰せつかっております。そうですか。あれなんでわけがわからない。あれなんで振られた、いや捨てられた。あれ家族、あれ哦，呆呆的全都已经分道扬镳的感觉了。这个时候，鲁迪也要掉眼泪了。哦，现实，我不想现实。我是真的看不得任何那种分离的场合。在这个世界所说的后会有期，下一次再见，真的不知道是何时再见了，还能不能再平安的相遇了。先前三个人这样，虽然充满惊险，然后也有矛盾，但是又互相扶持鼓励的这样一段旅程，真的就像一场梦一样。现在他们回到了这个原本他们生活的地方，瑞杰路德也理应是要离开了，一下就被砸进了这个残酷的现实里，完全也能明白爱丽丝这种想要远走高飞的心情吧。还好还有基列奴的陪着她。爱丽丝从来都不是一个想要就是循规蹈矩才生活在这王室和贵族之间的，也很开心她能就是开启一段全新的旅程吧。最后这个鲁迪也都控制不了他的眼泪了，我觉得这个可能也不只是因为爱丽丝抛弃了他，多像是很多情绪的一个累积。鲁迪虽然之前跟家人没有那么多连接，跟西索菲或者 Loxy 的连接也还没有那么深，但是他跟瑞杰路德和爱丽丝是真正共患难，就是真的像是家人一样的存在了。两个人都离开鲁迪了，终于建立起这样的羁绊，就突然一下就全都灰飞烟灭的感觉。当然很舍不得吧，但是我觉得这个剧其实一直每个人物这么鲜活的特点，其实就是基于每人他们是有不同的生活，有各自的生活和目标的。就像 Loxy 他有他的职业目标，然后瑞杰路德也是在完成了这一段承诺之后把他们送回来，他也要去继续他的这个人生的旅程。丽丝他也不会说因为鲁迪，虽然他真的很喜欢鲁迪，他不会为了他这段感情就是把自己困守于此，没有任何东西能束缚住爱丽丝，这才是他最原本的样子。他不会说是为了这个剧情的延续而去拖长这个大家捆绑在一起的这个时长。然后我想先从这前面一点说，因为前面这个像梦境一样的一个刻画真做得特别好，就是在这个场景里面所有人都是鲁迪认识的时候那个样子的感觉，像西索菲也都还是小时候，然后瑞杰路德、基列奴他们都是这种大人的这个身份，所有人都是那种很其乐融融的感觉，一切都是一种幻象的感觉。尤其是看到那一面大的窗户，然后后面这个龙真的太有压迫感了，但是真的好帅。尤其是龙的眼睛这样子死死盯着鲁迪，就已经看穿了鲁迪的这个生活，还有他所真实的这个人。这个镜头的角度也感觉像是这个龙完全是在掌控着鲁迪的这种，鲁迪完全就是无法脱身，是被困在他的这爪牙之中。而这一幕也让我想到了异地里的那个场景，有很多这个窗户的暗示，可能是同一种暗示。出现龙之后，鲁迪的这些所有视角开始慢慢就像钟一样，就是开始倒放，然后甚至屏幕也开始逆时针的旋转，甚至都把它逆回了鲁迪的前世。然后在这个前世里，他完全是跟他所真实的这个世界里的人隔阂开了，就是把他这样子强行抽离出来。虽然现在还不太好下
下定论，但是他真的给我一种这个龙神他可能会在未来，比如说就是把鲁迪可能带走，或者说是把鲁迪强行从大家的生活或者甚至记忆里面给抽出来。这样一个世界里面，鲁迪可能还记得大家，但是大家都已经完全不认识鲁迪的那样子。就是撒掉那个葡萄酒，就是也让我想之前鲁迪在一开始第一次、第二次看到人真的死在自己面前的时候，地上那一滩血不是也会让他就是触目惊心，想到自己是被转生的这种感觉，如果在此的话，不知道还有没有再机会复活之类的，非常担心任何一个人还会死。关于那个龙神，我前两天就是因为时隔有点久了，然后我回去看了一下之前那集，又不知道是不是因为翻译还是什么，我当时一下没能理解到，就龙神他当时说保罗没有鲁迪这个儿子的时候，他到底说的那个是一个陈述句，就是说一个事实，一个 descriptive 的一个 statement， 还是在说保罗不应该有一个儿子，保罗应该只有2个女儿，不存在儿子。就这样的话就比较 normative。仔细想想的话，这就很恐怖。尤其是这一集再看到龙神的这么一个很可怕的能力，看到龙神这个压迫感，还有他可能会带给鲁迪未来的这个危机，就一下又让我觉得鲁迪会被带走，这种真的让我非常的担心。然后就是这个 OP， 它应该是第一个 OP 的小改编之类的。这一集用到这个改编的 OP1真的太妙了，这样就更有那种好像回到现实的感觉，因为就是回到鲁迪最开始故事发生的地方，但是很多事情都已经物是人非了，音乐也一下把我带回了最开始的那个场景。这些整体的这种情感的推动真的也做得特别好，这种分离之际的感伤太有感染力了，也非常自然的过渡了一些他们之前的回忆，他们那种旅程的点点滴滴，真的是很感慨，也很不舍。迪斯在面对自己双亲还有他更亲的祖父就是都死了的这个事实，他是这么的冷静，有种他长大长成熟了好多的感觉，还是会在一个人的时候独自落泪，太心疼他了。就想不到 Philip 他们都死了，但其实也合理吧，就是他其实有通过不同角色他们这个传送的地方来展现这个魔力灾难之后这个传送是多么的随机。Philip 他们俩就肯定是非常不幸的那种，直接就是被转到了这种纷争之中，可能当即就死亡了。而有些人一转过去就当做了奴隶，鲁迪他们则是到了这个非常危险的魔大陆。爱丽丝真的很坚强了，而他也已经成为了一个可以独当一面的战士，自己这个长发也剪掉，感觉舍弃了一些过去的自己。走前就是跟鲁迪的这一出，我觉得也更像是做一个交代。这么久的旅途中，他都没有真正的跟鲁迪就是发生什么。在临走之际，我觉得他可能还是想留一个念想，有一个这样在远方还在等待他的这种家人。他没有去过分的依赖鲁迪，他跟着基列奴这样旅行，肯定能更加就是深造他的这个剑术。他没有忘记自己的初衷，陪伴了这么久的 Dead End 小队，终于还是告一段落了。天下没有不散的宴席吧，还是希望他们3个人都能在各自的这个未来的旅程能够平平安安，然后最后还能再聚首。这期视频到这结束了，我们下期再见，拜拜。